2色ではなくて3色のコーディネートをするというのが夏のシーズンで、ちょっとなんか物足りないなって感じないための一つの工夫だと思ってください。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは。スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、こちらに並べております。オフホワイトからベージュまでの幅があるんですけれども、夏のベージュについて、着こなし、そして、色合わせというところね、配色についてお話ししていこうと思います。で、もちろんね、ベージュっていうのはすごく品があるいい色なんですけれどもね、一歩間違えるとちょっとね、年齢が上がってしまうとか、はい、女っぷり上げてもいいんですけど、年齢を上げたくないよっていうような方にぜひご覧いただきたい内容です。どうぞ最後までご覧いただいて、面白かった、ためになったと思っていただけたら、チャンネル登録いただけると嬉しいです。それでは、行ってみよう。はい、それではどのようなアイテムをご用意したのかご紹介いたしましょう。はい、一番手前ですね。はい、購入された方も多いと思います。ユニクロ C のサテンオーバーサイズショートブラウスでございます。はい。今の時期が一番ちょうどいいんじゃないかなって、ちょっとこれを逃すとね、暑くなってくるかなというような感じではありますが、今のうちだったら気持ちよくさらりとお召しいただけるものですね。この色はね、01番のオフホワイトでございます。はい、続きましてこちら、はい、私の推しとしてもね、ご紹介させていただきましたが、トリエンヌさんと五十嵐のコラボのラッフルリネンカラーブラウスでございます。はい、のベージュでございます。はい、ベージュといってもちょっとね、青みが入ってて少しカーキを薄くしたような感じの色味ではございますが、爽やかな印象と、それからね、前にもお話しして次にご紹介するこちらのねブラウスと同じなんですが、今ねラッフルカラーがものすごく、トレンドになっているというところで推しですよって話をしました。はい、続きまして、はい、こちらでございます。はい、こちらもねラッフルカラーであり、この袖元のねフリルっぽい感じの仕上がり、そして、ボタンではなくって紐でね結ぶような状態の羽織物にも着れる、島村さんのブラウスでございます。品番だけお伝えしますね。はい、品番が 527-8298 ですね。はい、シフォンリボンフリルブラウスです。はい、税込みで1639円という、はい、その金額に見えない素敵さなんですけれども、このねラッフルカラーっていうのがやはりトレンドでしょうか。はい、続きまして、はい、こちらももうヘビロテというかヘビ、見えというか、はい、こちらアトリエンヌさんと五十嵐のコラボの、はい、フロントジップフェザーカーディガンでございます。はい、色がオフホワイトです。オフホワイトとはいえども、この内側のねこのチュールのものが少し黄身に触れていて、エクリュのようなね色合いですので、全体的にベージュに触れているというようなものでございます。とにかくね、このフェザーの感じが今年っぽいというところもあり、シンプルなワンピースにストンとこれを着るだけで、はい、素材ももちろんそうだけど、この袖のねふんわりしたところっていうのも皆さんに好まれる、はい、シェイプでございます。はい、続きまして、はい、こちらですね。こちらはねボンボンエンショコラの裾レース付きニットはいでございます。これのね一番いいところは、ドッキング状態なんですね。レース、サマーレースとニットがここでドッキングになっている。それで、お尻をねうまく隠してくれる、しかもお腹周りもうまく隠してくれるこの厚手、体のラインを拾わない少しだけ厚手のものなんですね。はい、厚手のものなんですけれども、汗もきちんと吸収してくれて、それからこの V ネックっていうのがねなかなか顔をシャープに、小顔に見せてくれるっていう効果もあります。はい、で、ちょっとね色がね赤みを帯びているというところがミソですね。例えば私が今ね履いているパンツもベージュなんですけれども、このベージュは青みですよね。でもこちらは、赤みというところで、はい、合わせていただきやすいのは白っぽい、パンツなんかは合わせやすいと思います。もちろん紺系のものとかね、黒とかも合いやすいんですけれども、今のね夏のシーズンだと白を合わせられるのがよろしいんじゃないかなと思います。はい、続きまして、はい、こちらですね。アトリエンヌさんと五十嵐のコラボのノースリーブロングブラウスでございます。はい、もうワッシャー加工でね、パンツとのセットでねお召しいただけるんですけれども、これはねかなりベージュの中でも
黄色っぽい、黄色っぽいんだけどね、これとちょっと近いですかね。赤みも少し持っているっていう、このニットとねちょっと近いんですけれども、赤みも少し持っているんだけれども、肌が入った時にすごく柔らかい印象になるというものでございます。はい、でこちらがワッシャー風ワイドパンツでございました。はい、そしてこちらはボンボンエショコラですね。ボンボンエショコラの立体シルエットクロップドパンツのベージュでございます。はい、いかがでしょうか。ネーミング通りね、立体的なんですよ。で、パッと見ね、ちょっとこういう中途半端な時のパンツどうなのよって思いかもしれないですけども、夏ですからね。はい、夏なのでぜひね、こういうちょっとトライしたことないものにせっかくの夏トライしていただきたいなっていうふうに思います。はい、はい、最後ですね。こちらもね、ボンボンエショコラでございます。ボンボンエショコラの、総レース仕立てレースコートでございます。オフホワイト。はい、これね、もう多分皆様がサイトに行かれると多分もしかしたらもうない可能性もあるんですが、もうねすぐにソールドアウトになってしまって、でちょっと戻ってきて、ちょこちょこっと少しずつお読みに行き、今多分ね手元にはない可能性もありますが、はい、一応コーディネートとしてねご覧いただきたいなと思います。なかなかこういうのって探してもなかったりとかするようなタイプなのでね、皆さんさすがの目利きだなと思いながら拝見しております。はい、というわけでね、このような9点をご紹介させていただきました。パッと見ていただいてね、商品アイテム別にね分けていますけれども、黄身、青み、ちょい青み黄身、赤み、青み、ここは黄身ですかね。はい、こんな感じで、ベージュ自体が、赤みなのか青みなのか黄身なのかというね、ブルベイエベだけじゃない、ね、一つの色にいろんな色味があるんだよということもお分かりいただけたと思います。もっと細かく言うとね、白身というものもあったりとかして、これなんかはもう白身が入っているというようなところでございます。はい、というわけでこれらをうまく調理して、どんな風にコーディネートするのか、どんな風な配色にするのか、どんな風な配色が夏らしいのかっていうところをお伝えしたいと思います。それでは行ってみよう。じゃん。はい、いかがでしょうか。サテンオーバーサイズトップスでしたっけ。はい、とそれから立体シルエットクロップドパンツを合わせてみました。でこれだけだとちょっと寂しいなと思ったので、ユニクロさんの UV カットクルーネックカーディガンをこのように羽織ってみました。いかがでしょうか。黒いねこのラインと、それからさっきからずっと履いておりましたこの黒の靴を、ね、うまくリンクさせたというところはあるんですけれども、はい、いかがでしょう。こんな感じでね、ちょうど今一番シーズン的にいいと思います。ちなみにここのボタンを外すことも可能なんですけれども、こんな感じに外すと美脚も見せることができます。でね、先ほどもこういうような色は白と合わせる方がいいよなんて話をしました。基本的にはベージュでちょっとね青みだったりとか赤みだったりとか、他の色とねなかなかほらよく私言うじゃないですか、赤みと青みは混ぜるなとか、こちらもそうですよね。はい、青みの、ベージュとこちら合わせるとすごくやぼったく見えてしまうから、色味に気をつけましょうねなんて話をさせていただいてます。そういう場合一番助けてくれるのがこういう白だとかオフホワイト。ただし気をつけなければいけないのは、青みの場合、オフホワイトよりも真っ白、純白の方がより合いやすいし、こちらを先ほどねお話ししました。こういうような赤みの強いものは白っぽいものと合わせましょうという話をしました。ね、こちらは赤みではなくて青みなのですけれども、青みの強いベージュも白っぽいものと合わせていただきたいと思います。ただし気をつけなければいけないのは、青みのものと合わせるときはなるべく白っぽいもの、はい、青みのある白が合わせやすい。そして、このように赤みのあるものは黄色っぽい、白の方が合わせやすいというようなところを間違えないでいただけると嬉しく思います。はい、とにかくね色味っていうのが薄い色であればあるほど微妙な色の違いっていうのがもったいないような状態に移りやすいので、色がねある程度濃い色と薄い色だったらなんとかなってしまうんですけれども、微妙に近いとちょっとどんくさく感じてしまうというところをお気をつけいただきたいと思います。はい、
で今ね私オフホワイトとそれからこのベージュを合わせてますけれども、そこに一色黒を交えてます。このように、一色と一色ではなくて3色を一つのコーディネートの中に持っていく方がコーディネートとしては作りやすいよという話を何度も今までお伝えしています。特にその中でも6対3対1の法則というのは散々お伝えしてきました。はい、この場合で言うとベージュが6、それから白が3、そして、黒が1というような割合になります。はい、確かにね白は2つ上で使ってるから白の方が多いんじゃないのと思われるかもしれません。長さを考えるとこちらのパンツが6というふうに考えていただければと思います。はい、というわけで2色ではなくて3色のコーディネートをするというのがこれから皆様夏のシーズンでちょっとなんか物足りないなって感じないための一つの工夫だと思ってください。はい、じゃん。はい、いかがでしょうか。カットワークレース使いニットトップをこちらの JW アンダーソンのストレートジーンズと合わせてみました。はい、赤みなんだけれどもこのようにオフホワイトと合わせることによって、赤み感が消えてすごくすっきりとした爽やかな印象に変わると思います。気をつけなければいけないのはベージュがちょっと赤くなると夏の色というよりも春先の色なんですね。ですのでベージュの中でも青みが出てくるとより夏らしい印象になってきます。爽やかなね、ちょっとだけクールな印象というところになってきますので、はい、ってことは少しだけ春らしい甘い色をクールに持っていくためには白が重要になってくるんだよというところの話でございます。はい、でね微妙にこちらのね赤みなんだけれどもこのレースのところが少しだけ赤みも青みも両方持っているっていうようなね色に変わっています。ですので一応3段階の色合わせみたいな感じなんですね。こういうようないろいろな素材やいろいろな色がある場合は下手に何か他に色を使ったりとかせず、このようにねトーンイントーン配色って言ったりするんですけれども同じようなトーンのものを使ってコーディネートするっていうところの方がすっきりとした印象を与えられやすいんです。ですのでお洋服はどんなデザインでどんなものがモチーフとして使われているのかとかそういうところもうまく気をつけてトゥーマッチにならずプラスしていくんではなくてマイナスしていくっていうようなこともおしゃれの基本なのではないでしょうか。はい、じゃん。はい、いかがでしょうか。違うブランドなのにものすごく色が合ってしまったので、はい、合わせてみました。ボトムスはアトリエーヌズさんと五十嵐のコラボのワッシャー風ワイドパンツでございます。はい、上のトップスはね先ほどとそのままボンボンショコラのものでございます。上に合わせているのは GU のシアーブルゾンなんですが、後ろご覧ください。ふっと後ろ向いた時にお尻の部分が、はい、このようにレースが出ているんですね。はい、本来だったらお尻がポッて出てるものなんですけれども、これにレースが出てるっていうところがレイヤード式な感じで、はい、わざとこれドッキングにした甲斐があったというところでございます。はい、こんな感じでね、ベージュ、赤みのあるベージュにブラウンを合わせることによって、その赤みっていうものをうまく相殺させてしまっている、要はすっきりとした印象にさせてしまっているっていうところがあります。よくベージュと黒とかベージュと紺って合わせやすいと思うんですね。で、ベージュと黒、ベージュと紺だと両方とも黒も紺も青みのものではないですか。もちろんね、紺の中には少し赤みのものもありますが、基本的には青みで、青みのベージュっていうとどちらかというとこういうものだったりとかね、こういうものが青みのベージュだよって話をしました。だけれども黒ではなくこちらのブラウンに合わせるというところで赤み同士がうまくきれいにハモったというような感じで、その赤みをうまく消し去ってくれているというような話なんです。はい、上がねこのようにほわっとしているのでワイドパンツではなくさっきのこういうようなパンツの方がいいのかなとも思うんですけれども、このパンツ自体がね落ち感があってとにかく涼しいというところもありますので、こういう合わせ方もありなんじゃないかなというふうに思います。はい、あとねこの GU のシアーブルゾンのこのシアー感もすごく素敵な大人っぽいブルゾンだと思います。はい、はい、いかがでしょうか。ボンボンエショコラとアトリエーヌズ五十嵐コラボの、共演でございます。
はい、パッと見ねこのノースリーブロングブラウス割とこうシャープな感じ、襟の雰囲気とかね。で、あんまりレースと合わせられないんじゃないのと思うかもしれません。テイスト的にね、こっちはどっちかっていうとエレガントでし、こちらはどちらかっていうとちょっとエスニックな感じっていうような雰囲気もあるかもしれませんが、あえてやはり色味、はい、色味が合うっていうところももちろんあるし、ちょっとリゾートっぽく麦わら帽子もかぶってみましたけれども、色味を基本的に合わせているからなんとかなってますし、まあこのねレースのコートは肌がきちんとこういう感じでね見えているじゃないですか。なのでこれ自体もシア感があって肌が透けてるところもあるので、そういう意味では全体的にこの透け感を楽しんでるっていう素材同士なんですね。だから、ちゃんとマッチするというか不調和音を出してるわけではないというところになってきます。はい、もう基本的にはリゾートスタイル、エスニックって言いましたけどリゾートスタイルに、帽子麦わら帽子でリゾートスタイルにちょっとコートで、ラグジュアリーリゾートスタイルみたいな感じでございます。はい、ですので多少色が違っても色味だけを合わせると、きちんとしたコーディネートが出来上がりますので、ぜひチェックしてください。はい。じゃん。はい、いかがでしょうか。オールエヌズさんとのコラボで出てまいりました。はい、ずっとね、ベージュ、割と近いところの色でのコーディネートをしてたので、ちょっとね、コントラストを強くした、はい、紺の朝のスカート、はい、タックリネンスカートでございます。このね、なぜこの色に合わせたかというと、いやもちろんねそういう元々の、色合わせの時に私はこれがいいなっていう話はしてたんですけれども、先ほどからね少し青みのある色ですよ、だから青みだけれども冬ではなくて夏なので色味を少しだけ明るく見せて軽さを出しているというのがこの紺の色でございます。そして上に合わせているのが、はい、フロントジップフェザーカーディガンです。このフロントジップフェザーカーディガンはピンキーね、さっきちょっとエクリュって話をしました。オフホワイトの中でもちょっとピンクな感じというか春先の色で、こういう青みと合わせていいのとお思いでしょう。しかし透け感があるがゆえに中のこちらのブラウスの色も透けているわけなんですね。だからなんとかなってしまう、ちょっと色味がねっていうふうにはならないわけなんです。なのでボトムスとこちらのインナーというかトップスは青みで、こちらは少し黄身なんだけれども中から少し青みのものが透けて見えてます。プラス襟元は青みのあるものですよというところで、はい、青みと黄身の共演というところでございます。はい、いかがでしょうか。はい。で一瞬ね、私これを中に着るのもありかなとも思ったんですよ。ただね、これだとちょっとトゥーマッチかなっていうのと、はい、上と下がねこちらも黄身、こちら青みというような感じになってしまうので、ちょっとだけ青みの人がねかわいそうな状態、かわいそうっていうのはね仲間外れ状態なので、はい、逆に言って青みのあるものを上下、そして、黄身なんだけど透け感があって少しだけ青みが出てくるというところで合わせてみました。いかがでしょうか。はい。じゃん。はい、いかがでしょうか。ちょっとまたね、趣向を凝らしまして、はい。こちらの色を合わせてみました。合わせているのは島村さんのブラウスでございます。はい、シアーなタイプのね。そしてボトムスはボンボンエンショコラの立体シルエットクロップドパンツ。そしてはい、こちら合わせてるのがちょっと前のものなんですけれども、はい、ちょっと前って言っても去年ぐらいかな。はい、3D コットンクルーネックセーターのレッドなんです。この色味がねちょっとレッドといってもピンクに少し触れている感じで、はい、トーン的には割とこのベージュと合いやすいのかなというところがあります。はい、でもうねこの色はもっと、ベージュというよりもオフホワイトに近いんですけれども、肌の色がねこのように透ける関係で少しだけ全体的にピンクになっているので、はい、いかがでしょうか。まあこれは青みのパンツではございますけれども、この同じトーンであること、そしてちょっと肌が見えてピンキーになっているところでうまく合わせたということでございます。
はい、なかなかねこの色と合わせちゃいけないんじゃないか、あの色と合わせちゃいけないんじゃないかと思ってもうこれやっちゃいけません、だからいつも同じっていうんではなくてね、これ合わせたらどうだろう、これ合わせたらどうだろうっていうことをねぜひやってみてください。というのをね、何かベージュとベージュのもので色のねその配分の話をしたと思うんですよ。で今までみたいにベージュと白だったりとか、ベージュと紺だったりとか、ベージュとね冬の黒だったりいうようなことをねコーディネートすると割と普通じゃないですか。ですのでこういう赤っぽい感じの色で合わせられたらどうかなと思ったんですね。でもともとこちらの方が合うなって分かってたんですけど、今ユニクロにその色番があるかどうかっていうことを調べたら、これはね13なんだけどこちらは15といってね、15の品番の方が今ユニクロさんの中ではあるそうなんです。ですのでただ今度同じレッドでも品番を色番を変えたらちょっとまたこれだけが浮いてしまうようなね、強すぎるっていうところもあったりするので、色の番号で見るんではなくてご自身で持ってらっしゃるものを合うのか合わないのかっていうのをそれぞれの、ハーモニーというか、ちょっとこれがめちゃくちゃ悪目立ちするとか、これがちょっとくすんで見えるとか、顔がちょっと、不健康に見えるなどなど、ご自身の感覚で結構です。はい、ぜひ、いろいろなコーディネート、いろいろな色味っていうものもトライしていただきたいなっていうふうに思います。ベージュの中で気をつけなければいけないことは、青みなのか黄みなのか赤みなのかっていうところとともに、合わせる色味が濃くなりすぎちゃう。黒でも、真っ黒漆黒になると冬っぽくなるし、紺でも少し白みがあるものの方が爽やかな印象というものを味わえますので、ぜひねそのあたりも考えながらコーディネートしていただけると嬉しく思います。はい、いかがでしたでしょうか。結構いつもこういうね色の特にベージュのものを皆様にお届けする際に、いやわかんない、そんなの見てなかなかもっときちんと一から教えてもらえないと高度すぎますっていうようなコメントもたくさんね今までいただいてるんですけれども、意外とねこういうものって見て慣れろみたいなところが正直ありまして、もう感覚でね、私これ似合わないの、似合わないと思ってたら私に合う色味じゃなかったのねっていうのが後からねカラー診断やったりとかして分かったりするものもあったりします。ですのでね、ご自身の感覚っていうものを、いや私ファッションは無理だから、そういう色味なんか無理だから苦手なのよっていうふうに思わずに、自分の感覚でまず考えて、それでも分からなければ周りの方に聞いて、これとこれ合うかなっていうようなことを聞いたり、最後はいつでも私のもとにぜひねいろんなイベントもやってますので、そういう時にチェックしていただけたら嬉しく思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。